2026年5月、旭化成が AI 半導体の性能を左右する新しいシートを発表しました。配線を何層にも重ねる際、層と層がショートしないよう絶縁する、いわば円の下の力持ち。これまで配線を細くする競争には世界中の名だたる企業がしのぎを削ってきました。しかしその配線を支えるシートも開発競争が始まっています。そんな中、なぜ旭化成は一歩先を歩けているのでしょうか。感光性ポリイミドフィルムと呼ばれるこの製品は、半導体チップの中で電気の通り道が混ざらないように仕切る、いわば建物の床と壁にあたる材料。ラミネート工法、つまりフィルムを貼り付ける方法で大きなパネルの上に均一に敷き詰められるこのシート。これこそがパネルレベルパッケージング、略して PLP と呼ばれる次の時代の半導体作りを支える主役になります。 AI の計算力が世界の経済を動かす今、勝敗を分けるのは派手な配線ではなく、その足元の見えない土台かもしれません。半導体の性能を上げる方法と聞くと、多くの人はトランジスタをどこまで小さくできるかという話を思い浮かべるのではないでしょうか。異彩化はすでに限界が見え隠れしており、いつまでも続けることはできません。そこで主役に躍り出たのが、複数のチップを一つのパッケージに賢く詰め込む後工程と呼ばれる組み立ての技術。その心臓部にあるのは再配線層、英語の頭文字を取って RDL と呼ばれる配線の層です。チップの端子の位置を引き回して別のチップやメモリへつなぐ、いわば駅の構内に張り巡らされた連絡通路のようなものです。この通路を何層も重ねるほどデータは早く流れますが、通路同士がショートしないように間を仕切る薄い膜が必要になります。これが絶縁膜であり、今回の主役。問題はこの絶縁膜をどう作るかにありました。これまでの主流は液体の樹脂を丸い板の上に垂らし、板を高速で回して遠心力で薄く広げるやり方。回転寿司の皿に醤油を一滴垂らして回すと薄く広がっていきますよね。これはスピンコートという方法で、丸い上刃にはぴったりの手法でした。ですがここに大きな壁が立ちはだかります。AI チップが大型化し、より多くのチップを一度に作りたくなった今、業界は丸い板から四角い大型パネルへと土台を変え始めました。丸よりも四角いパネルの方が四角いチップを無駄なく敷き詰められます。これが PLP、パネルレベルパッケージングへの移行であり、上刃単位の従来法と比べて最大 20% から 30% のコスト削減が見込めるとされています。ところが四角いパネルを回転させて駅を広げようとすると今まで通りにはいきません。遠心力は中心から外へ均等に働くため、四隅では駅が薄くなったり厚くなったりムラだらけになってしまう。せっかくコストを下げようとした大型パネルは肝心の膜の均一さで足をすくわれる問題が発生します。これが業界全体を悩ませてきた難問でした。ここで旭化成の出した答えが、液で塗るのをやめてあらかじめ均一に作ったフィルムを貼るという発想。お皿にかけるラップを思い浮かべると分かりやすいかもしれません。ラップは工場で均一な厚みに作られているので、どんな大きさに広げても厚みは変わりません。フィルムも同じで、製造の段階で膜圧をきっちり管理しておけば、大きなパネルの隅々まで均一な絶縁層を一息に形成できるのです。塗りムラという不良の原因を構造そのものから消し去れるのがラミネート工法の強みです。さらにこのフィルムには感光性という性質が組み込まれています。光を当てた場所だけが反応して後で配線のための溝を掘れる。絶縁の膜でありながら写真の感光紙のように光でパターンをかける材料を感光性ポリイミドと呼びます。旭化成はこの感光性ポリイミドを2つの異なる形で長年磨いてきました。一つは液状のカイメル、
世界中の半導体メーカーが使う塗って固めるタイプの材料です。もう一つはサンフォートと呼ばれるフィルム状の材料で、なんと 1.0 マイクロメートル、髪の毛のおよそ80分の1という極細の配線まで形作れる精度を持っています。今回の感光性ポリイミドフィルムは、液状で培った絶縁な実力とフィルムで培った貼り付けの均一さ、その両方を一枚に融合させた第三の形態。液とフィルム、長く別々に育ってきた2つの技術がようやく1枚のシートの上で出会うことになりました。しかし、なぜこの2つの技術を両方とも持っている企業は世界に旭化成しかいないのでしょうか。そもそもポリイミドという材料は半導体の世界で新顔というわけではありません。300度を超える高温にも耐え、電気をしっかり遮断する。この優れた性質から、1980年代にはすでにチップを守る保護膜として使われ始めていました。装置も工程も最適化が進みましたが、チップはまだ小さく、丸い板でも問題なかったのです。丸いウエハに塗って回すため、業界はこの材料を液体として扱うのが当たり前となりました。ところが AI が状況を一変させます。膨大な計算をこなす巨大なチップを何枚も束ねて作りたい。その欲求が丸い板の無駄を許さなくなり、四角い大型パネルへの移行を一気に推し進めました。こうして30年以上も業界を支えてきた液状塗布という常識が大型化の壁にぶつかったのです。この転換期を旭化成が乗り越えられたのは、同社が積み上げてきた助走の長さに理由がありました。液状の感光性ポリイミド、アイメルが世に出たのは1988年のこと。それから旭化成は世界中の半導体メーカーへ供給を重ね、信頼を積み上げていきます。決定的だったのは、世界最大の半導体受託製造企業である TSMC に量産材料として採用されたことでした。最先端のチップを作る現場で量産に使われ、近年は TSMC から技術協力と生産支援に対する表彰を連続して受けるまでになりました。他社が容易に真似できない品質。その実力は TSMC が優れた取引先に贈るエクセレントパフォーマンスアワードという賞を2024年と2025年に連続して受賞したことにも表れています。一方で、フィルムの技術もまた、サンフォートという製品として別の現場で鍛えられてきました。この液とフィルム、二筋の蓄積が一つに合流したのが、今回の新製品なのです。液状で世界の量産を知り尽くし、なおかつ、フィルムの精度も握っている。この組み合わせを持つ企業は世界を見渡しても他にありません。同じ感光性ポリイミドのフィルムでは、トーレも2025年12月に独自の製品を発表し、開発競争が始まっています。ただし、トーレが狙うのはガラスを芯にした特定の基板という別の土俵であり、AI チップ向けの大型パネルという主戦場では、液状からの長い実績を持つ旭化成が一歩先を歩いています。土台を作る材料が奪い合いの対象となった今、経済にはどのような影響があるのでしょうか。2026年5月に発表された感光性ポリイミドフィルム。実はこの製品が世に出るおよそ9ヶ月も前、旭化成はすでに静岡県富士市の工場に160億円を投じる決断を下していました。商業運転の開始は2028年の上期。2030年度には生産能力を2024年度のおよそ2倍まで引き上げる計画です。市場がまだ本格的に立ち上がる前に供給網を強化したいという狙いがありそうですね。パッケージ基盤の材料を握るアジノモトファインテクノや感光性絶縁材料を手掛けるレゾナックといった素材各社にも同じ追い風が吹いています。大型パネルを加工する装置を作るラムリサーチのような海外の装置大手もこの意向に乗ろうとする一社。まず潤うのは
こうした土台を支える技術提供側です。一方、その土台の上にチップを組み立てる活用側でも稼ぎ方が変わり始めました。TSMC をはじめとする受託製造各社は、より安く、より高密度な AI チップを求めて PLP へと向かうでしょう。その先に控えるのが AI の計算力そのものを売り物にするデータセンター企業。土台の質が上がるほど、活用側はより高性能なチップを安く調達でき、計算で稼ぐビジネスの利幅は広がっていくのです。年平均 8%。これは旭化成が見込む先端の相関絶膜市場の成長率。この底堅い伸びを支えるのは、半導体の価値の重心そのものが移動したという構造変化に他なりません。かつてチップの価値は、トランジスタをどれだけ小さく刻めるかという前工程に集中していました。しかし、微細化が限界に近づいた今、価値は組み立ての後工程へ。そして、その後工程を支える絶縁膜という素材へと流れ込んでいます。配線を細くするだけでは性能が伸びなくなり、配線を乗せる土台の出来がチップ全体の性能とぶどまりを左右する。かつて脇役だった素材メーカーがサプライチェーンの主役級へと位置を変えつつあるとしたら驚きませんか？この構造変化を国も後押ししています。日本は2030年度までに10兆円以上の公的支援を半導体分野に投じる方針を掲げており、旭化成の富士市投資はこの国家戦略とも重なります。旭化成自身もこの波に乗ってエレクトロニクス事業の営業利益を2030年度をめどに450億円以上、2024年度比で2倍超に引き上げる目標を掲げました。台湾や韓国のファウンドリーが競い合う回線の微細化の舞台から一歩下がって世界地図を広げると、日本の立ち位置が見えてきます。配線そのものを刻む競争では海外勢が先頭を走っていても、その配線を乗せる絶縁膜という土台では日本企業が中心となって世界シェアの大半を握っています。AI の計算力が国家の競争力を左右する時代、日本が手放してはならない切り札は、こんな見えない一枚のシートの中に宿っています。最後に、今日のポイントを3つに整理します。1つ目は、土台を制する者が勝つという逆説。AI 半導体の微細化が限界に近づくほど、主役は配線そのものではなく、配線を乗せる絶縁膜という見えない土台へ移っていきます。2つ目は、旭化成の固有の強み。液状のパイメルで世界の量産を知り尽くし、フィルムの3フォートで極細の精度を握る。その両方を融合して大型パネルに均一な膜を張れる技術を旭化成は世界に先駆けて実現しました。3つ目は先を読んだ先行投資。旭化成は約160億円を投じて生産能力を2024年度比でおよそ2倍にしました。エレクトロニクス事業の営業利益を2030年度をめどに450億円以上を目指す方針であり、2024年度比では2倍超にあたります。需要が確定する前に動くことで、競合に時間の壁を突きつけているのです。皆さんは、配線という派手な主役ではなく、土台を握るこの戦略、AI 時代を勝ち抜く一手になると思いますか？それとも、いずれ他社が追いつく一時的な優位だと感じるでしょうか？ぜひ、皆さんの予想や意見をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。